皆さんこんにちは。レジン大好き恋闇です。今日はダイソーの資材でシャカシャカを作ります。シャカシャカを作るためには専用の資材が必要になりますが、初めての人でもチャレンジしやすいように最低限の資材だけでシャカシャカを作ります。失敗しやすいポイントと家にある代用できる資材も共有するので、ぜひ最後までご覧ください。それではシャカシャカ初心者のあなたへ、必要最低限の資材でシェイカー作りにチャレンジ始まります。今回はこちらのサークル型のシェイカー専用シリコンモールドを作ります。他にもハートや蝶、お星様といったようにいろいろなシェイカーのシリコンモールドがダイソーでは販売しているのですが、一番ねこの丸い形が作りやすいので今回はこちらを使います。まずはこちらのシリコンモールドを土台の上に乗せます。こちらの土台はダイソーで販売しているアクリルの台になります。本来はハンコを押す土台になります。で、こちらアクリル台の上にテープを貼っているのですが、こちらのテープもダイソーのものになります。こちらの養生テープを粘着面を上にして土台に貼り付けました。なぜシリコンモールドに土台を引くのかというと、レジンで作品を作るとき、大きい作品を作ろうと思えば思うほど作品が反りやすくなります。反るというのは本来ね、こんな感じで平らに仕上がるところがこんな感じでカーブを描くように仕上がってしまいます。作品によっては反っても大丈夫なものもありますが、今回のシェイカーは反りたくないので、こちらの台の上で作業することをお勧めします。こちらの台を引くことで反りを軽減できるからです。それでは早速レジン液を入れるのですが、1回目にレジン液を入れるとき、全面にレジン液を広げるのではなくて、このね溝になっている部分にだけレジン液を注ぎます。こちらのシリコンモールドにレジン液を入れるとき、一度にこのね縁まで入れないように注意してください。一度に縁まで入れると硬化不良を起こす可能性があるので注意してください。それではレジン液を溝に入れます。レジン液を入れることができたら気泡を処理します。レジンライトで固めていきます。固めることができました。で、ここで注意点があるのですが、こちらのダイソーのシリコンモールド、上から光を照射すると裏側が未硬化になっていることが多いです。そのためこちらシリコンモールドをひっくり返して裏側からもレジンライトの光を照射してください。それでは裏側にもレジンライトを照射していきます。固めてくることができました。そしたらもう一度レジン液を重ねます。全面にレジン液を広げることができました。そしたらここに好きな資材を封入してください。私は今回ニャオハを封入していきます。
こちらはね、ポケモンパンのパッケージを切り取ってきれいに洗ってきたものになります。で、表裏がある資材を封入する場合、表面を下に向けて封入します。今レジン液の上にニャオハが乗って浮いている状態なのですが、こちらは沈めてもこのまま乗った状態で固めても大丈夫です。今回はニャオハをレジン液の中に沈めていきます。ニャオハをレジンの中に沈めることができたら、レジンライトで固めていきます。固めてくることができました。裏面もしっかりと固めました。そしたらモールドからレジンを取り外します。かわいいシリコンモールドから取り外すことができたら、こちら、よいしょ、ひっくり返して、この上にシリコンマットを乗せます。シリコンマットを乗せることができたら、この上にレジン液を出します。レジン液がこぼれないように気をつけながら、このね、枠より5ミリから1センチ程度内側までレジン液を伸ばし広げていきます。こんな感じでレジン液を伸ばし広げることができました。でね、こちらをよいしょ、ひっくり返して、この縁より外側にレジン液が広がっているかを確認します。あもう少し広げた方がいいね。でね、シリコンマットってレジン液を弾いてくるので、もしね、弾いてレジン液が広がらない場合は、レジン液を追加してあげてください。このね、やり方が難しいなと感じた方は、少しね、手間なのですが、もっとね、確実な方法をこちらの動画でご紹介しているので、よければこちらの動画を参考にしてください。広げることができたら、こちらレジンライトで固めていきます。で、固める前に、よいしょ、この土台の上に乗せてあげてから固めていきます。固めることができたらフィルムの完成です。フィルムができてからこちらに封入パーツを入れていきたいのですが、その前に一つ注意点がありまして、ここにオイル用の注ぎ穴が開いています。こちらの穴を塞ぎます。レジンライトで固めていきます。固めることができたら、ハーバリウム用のオイルをシェイカーの中に入れます。で、オイルを入れてからパーツを封入していくのですが、封入するパーツで一つ注意点があります。それはこちらのような鉄製のパーツを封入すると、オイルの中でパーツが錆びてしまう場合があるので、
鉄製のパーツを入れることはおすすめしません。今回私はこちらのシェルフレークを封入していこうと思います。ラメやホログラム、それからアクリル製のパーツは封入することができます。レジンで作った小さいパーツももちろん封入することができます。シェルを入れることができたら、このオイルのついていない縁にレジン液を伸ばし広げます。レジン液を塗ることができたら、先ほど作ったフィルムをのせます。レジンライトで固めていきます。固めることができたら、表面にレジン液を落とします。固めていきます。固めることができたら完成になります。今回はニャオハがね、すごい可愛かったので、シェルフレークだけを入れてシンプルに仕上げました。すごいね、キラキラと光って綺麗です。今回、シェイカー専用の資材として使ったものが、まず1つ目がシェイカー用のシリコンモールド。2つ目がシェイカー用のオイル。それから最後3つ目がこちらのシェイカーの中に封入した封入パーツになります。で、今回ね、シェイカー用のオイルとしてハーバリウム用のオイルを使ったのですが、こちらハーバリウム用のオイルでなくてベビーオイルなどで代用することができます。もしお家にベビーオイルがあるという方はベビーオイルで代用することができます。また今回はシェイカー用のフィルムを手作りしたのですが、いちいち作るのがめんどくさいという場合はクリアファイルなどをカットしていただくとレジン用のフィルムとして使うことができます。ただクリアファイルをレジン用のフィルムとして使うと表面がやや曇ってしまうので、作品によってはクリアファイルを使うことはおすすめしません。今回はこちらのシリコンモールドにオイルを入れましたが、このようにオイルを入れずにシリコンモールドから外したまんまで仕上げることもできます。もしどうしてもね、オイルがうまく入らないという場合はオイルを入れない作品作りにチャレンジしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。